こんにちは、すいみです。今回の旅は静岡県伊豆半島にある伊東というところの絶景を眺めに行く旅です。今どこで何をしているのかというと、朝から JR 東海道本線に乗ってさっき熱海駅に到着しました。ここ熱海からまた電車を乗り換えます。 JR 伊東線というやつですね。この9時40分発伊豆急下田駅行き、これに乗ります。9時40分発伊豆急下田駅です。このロングシートとボックス席が両方あるタイプ、初めて乗りますね。空いてるしいい感じです。旅をしてると思うんですけど、この電車の中吊り広告、その土地独特のいろんな広告が見られるの面白いんですよね。今回私は最寄り駅から鈍行で来たんですけれども、東京駅から伊豆半島を旅するときに便利な特急踊り子号というのが出てます。ちょっとサイトを見てみたらこんな感じで特急券の割引とかもやってるみたいです。これはお得ですね。東京駅からだと結構な距離があるので特急がいいと思います。それにしても今日はよく晴れた。最高の旅日和です。ますます絶景が楽しみ。車窓を眺めていると、この後宇佐美駅から伊東駅までの間の景色がとっても素敵だったんで、ちょっとお付き合いください。伊豆高原駅で下車します。この駅のバス停からバスに乗り換えます。テディベアが飾られています。かわいいですね。そういえばテディベアミュージアムというのもあるらしいです。そう、この伊豆高原のエリア、結構観光スポットがいろいろあるんですよね。ただとても広いので、電車とかバスよりも車やレンタカーの方が便利そうです。伊豆高原駅、結構広くて充実してます。お土産屋さんやコーヒーや軽食が食べられるようなお店なんかもありました。バスの時間が気になったんであんまりゆっくり見れなかったんですけど、観光案内所もありました。改札を出て右の方へ歩いていくとバス停があります。こんなところに湧き水を発見。バス停のすぐ近くのところです。伊豆高原の梅水と書いてました。バス停がここかな。右にある建物が伊豆高原駅の駅舎です。
どんどん観光客の方が増えてきたんで、私も並びます。あれはもしや、そう、これから絶景を見に行く大室山、絶対そうだ。このシャボテン公園大室山リフト方面に乗ります。バスの時間はこんな感じです。1時間に1本か2本なので、帰りの時間とかもちゃんと調べておかないといけません。シャボテン公園で下車しました。なんか工事してて工事の音がすごい。大室山、綺麗な若草色ですね。大室山は登山道がないので、リフトを使って登る感じになります。帰りのバスの時間チェックしとかないとですね。帰りの方が本数少ないような。最終は5時半。バスが満員でご乗車になれない場合があります。行きの状況を見てるんで、帰りにこれはちょっと危ない。もう一つバス停が伊東駅行きというのもありますね。その後ろには足湯温泉、レストランやカフェもあるみたいです。みんな乗ってますね。楽しそう。今バスで降りてきた人たちでロープウェイのチケット売り場がちょっと混んでるので、アイスでも食べようかなと思います。ちょっと変わった味のアイスが売ってて全部気になるんですけど、わさびにしました。色は白っぽい感じですよね。鼻にツーンとくる感じなのかなと思ったんですけど、めっちゃ食べやすい。これわさび苦手な人でもいけるんじゃないかなと思うぐらい、すっきり爽やかな甘さ。これは美味しい。ではそろそろリフトに乗っていきます。リフトの乗車口の手前にお土産屋さんとか小さい食堂もあるみたいです。大室山登山リフト、往復で1000円です。リフトは6分で山頂まで着くみたいです。いよいよリフトに乗ります。わはは。この感覚何年ぶりかな。こういうのをいつ乗ったか覚えてないくらい昔です。それにしてもお天気が最高すぎ、頂上からの眺めめっちゃ期待しています。もうそろそろ頂上に着きます。6分間あっという間ですね。係の人に左へ進んでくださいと言われたので、そっちへ進んでいきます。河口を左回りに回っていくような感じみたいです。海外の観光客の方も多いんですが、
若い学生さんたちのグループも結構いますね。なんか着いてすぐなんですけど、この階段を上がったら絶景が見える気がします。おー、景色が。こっちが河口の方ですね。リフトを降りたとこにある建物です。もうこの時点で最高の景色なんですけど、ここからぐるっと河口を一周回ります。だいたい30分ぐらいで回れるそうです。道も舗装されているので歩きやすくなってます。この伊豆高原の大地が素晴らしい眺めですね。遠くに海も見えます。反対側のおそらく山頂の方なんですけれども、人が歩いてるのがちっちゃく見えます。一周するのにだいたい1キロぐらいだそうです。ところどころにこの火山のことが書かれてますね。伊東も有名な温泉地なので、この地中深くにマグマが眠っています。現在9月前半なんですけど、この日の気温は28度にしては結構暑いです。水分補給は必須ですね。風はあるんですけど直射日光がきつい。河口が見えます。深さは70メートルぐらいあるそうです。なんか毎回同じようなことを思うんですけど、映画のセットみたいです。セットっていうかロケ地って感じですね。いい感じの世界観を作れそう。伊豆高原の大地の向こうに島が見えます。ここから見える一番大きな島、あれは大島です。大島にも火山でできた山があるんですよね。一度行ってみたいです。海外の観光客の方が鳥居の前で写真を撮ってますね。鳥居のある風景は確かに日本らしさが出ますね。
リフトを降りたほぼ向かい側ですね。標高の一番高いところ、山頂に来ました。本当に素晴らしい景色。歩いてる間、ただただ感動しっぱなしです。火山が作った伊東の大地。ここから見えるあの大地も溶岩が流れてできたものなんですよね。こういう場所に来ると思うんですけど、本当に静かなんですよね。風の音とか人の話し声くらいしか聞こえないです。車の騒音や都会の喧騒がどれだけ騒がしいかっていうのを身をもって感じますね。あ、スズムシかな。スズムシ鳴いてる。ここからもまた違った感じの景色。コンクリートの階段の向こうに海と壮大な山々が広がっています。こういう景色を見ようと思ったら登山の装備をやって自力で頑張って登っていくしかないのかなと思ってたんですけど、ここ大室山は体力にあんまり自信がなくても気軽に来られる場所です。私自身この大室山最近初めて知ったんで、実際に来てみてまだまだ日本にも行ったことないけど素晴らしい場所があるなって思いました。ではお団子を食べます。あっちのお土産屋さんにも別のお団子が売ってて、どっちにしようか迷ったんですけど、大室山団子本舗さん醤油を注文しました。おー、めっちゃ美味しそう。歩くとお腹空きますよね。いただきます。あったかくて柔らかい。醤油味が塩分補給にちょうどいい感じです。
2本ともペロッといけちゃいました。というわけで十分満喫できたんでリフトを降りていくことにしました。時間が1時過ぎぐらいなんですけれども、どこかでお昼ご飯を食べようかなと思います。この景観ももう見納めです。しっかりと目に焼き付けて降りていきます。慌ただしい日常に追われてリフレッシュしたい時、また思い立った時に日帰りで訪れたい、そんな感じの場所です。間もなく地上に到着します。もうちょっとゆっくりしてもよかったかもですが、混雑を避けるために早めに行動します。戻りのバス、伊豆高原駅に戻ろうかなと思いましたが、ちょうど伊東駅行きのバスが来るみたいなんで、1時40分これに乗ってみます。結局このルートの方が時間と運賃を節約できることが分かりました。伊東駅行きのバスに乗りました。運賃は880円、だいたい40分で伊東駅に着きます。さっきバス停前にあったレストランなんですけど、ちょっとちらっと見てみたら満席状態になってました。バスも空いてるのに乗れたし、今回は早めに出て正解だったかもしれません。途中道の駅にも停車してたので、そういうとこで立ち寄るのもありですね。まもなく伊東駅に着きます。伊東駅到着です。そういえばランチタイムってだいたい2時までですよね。ちょっとうろうろして空いてるお店を探してみようと思います。現在2時40分ぐらいなんですけど、空いてるお店を発見しました。あ、これはランチのセットのサラダです。パンも来ました。表がパン屋さんになってて、奥が喫茶店になってるサザンカ本店さん。このパンおかわりができます。しかもほかほか。ナポリタン来ました。美味しそう。ニンニクが効いてる匂いがする。このナポリタン、手作りのあったかい味がしました。たまに思い立って食べたくなるようなそんな感じ。ナポリタンは今まであまり食べてこなかったんですけど、今回でハマりそうです。伊東に来たから海鮮でも食べようかなと思ったんですけど、結果オーライでした。伊東の駅前に戻ってきました。ちょっと観光案内所を覗いてみたんですけど、このパンフレットの量、一日で回りきれないくらいの観光名所があります。ではそろそろ帰りの電車に乗っていきます。15時50分発熱海行き、普通列車です。行きと同じような車両かなと思ったら、なんだこの特急みたいな特別な仕様、電車間違ってるかなって何度か確認したんですけど、普通熱海行きこれで合ってるみたいです。なんだかラッキーだったのか。シートに赤い金魚みたいな模様が入ってます。かわいいなこれ。そしておやつばっかり食べてますが、帰りの電車でもほっこりしたいです。うまっ。このおまんじゅう、こしあんの口どけが滑らかだ。伊東駅で買った石州庵というところのまんじゅうです。覚えとこう。だんだん日が落ちてきましたね。自宅に着くのは6時半か7時ぐらいかなと思います。いい感じの無理のない日帰り旅となりました。また熱海で乗り換えて東京方面の電車に乗ります。
それでは今回の動画ここまでとなります。チャンネル登録とグッドボタン、マイペースな更新なのでベルマーク通知オンの設定もおすすめします。コメントもすごく励みになります。それでは次回の動画もお楽しみに。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。